私がやってますのが都市とか建物、あるいは全体的には不動産を、数値で見て都市とか建物っていうのがどういうふうに変わっていくのかを、見ていくっていうことをしています。もうちょっと固く言えば定量的に分析を行って、その場所っていうのが、数字で見た時に他と比べてどうかですとか、あるいは指標化していいのか悪いのかっていうのを分析することですね。で、ただそれだけだと、どうしても説得力がないものになってしまいますから、その2つ目として重要なのがフィールドワークで、実際肌感覚で見た時にその街が本当にどうなのか、価値判断は置いといて、その街が具体的にどういう特徴を持っていてっていうのを、現地調査なんかを通して分析したりしています。千里ニュータウンってやっぱりその日本で最も早くできたニュータウンですから、ある種すごく成熟してるんですよね。いわば建物や人がすでに移り変わっていって世代交代ですとか建物交代が続いていくっていうのが特徴としてあります。ここってどういう場所だったんでしょうか。こちらは府営住宅で、昭和38年1963年最も初期に建設された府営住宅の一角で、もう今は建て替えのために退去されてお住まいになっておられませんね。エレベーターがでも典型的な昭和の団地という感じですけど、子供もいっぱいいて、お父さんお母さん20代だったり30代だったり、もう本当に賑やかにここでもう大人も子供もいっぱいいたっていう感じですね。ある種ライフスタイルが変わっていって、それに柔軟に対応できるような余剰というか土地があったっていうことが言えると思います。で、おそらく建物の方も、最初はお風呂がなかったと思うんですが、府営住宅はその昭和38年の時点ではお風呂はないという、内風呂がなくて銭湯に通うっていう前提で一部屋増築っていうのはされた上で、そこにお風呂もつけるという形で、お風呂付きに変わっていきました。こちらはですね、やはり府営住宅で1964年かな、1回目の東京オリンピックの年にできた団地なんですけれども、ここは囲み型になっていて、で内側にいわゆるその住民の方のコミュニティがうまく今でも残っているような気がするんですよ。しっかりとその小さい子供が安心して遊べるようなスペースができていたりですとか、建物自体は古くてもこの場所自体の価値がすごくあると思うんですよね。ここちょっと小高い丘みたいになってるんで、そのまんま残っていって非常に貴重な空間だと思います。設計当初の思想がそのまま生かされている場所ですね。そうですね。先ほど見たような団地とはまた違った、運命といいますか将来計画もまた違ってくるわけで、そういう意味で千里ニュータウン全体を見ると、こういう古いマンションから新しいマンションまでさまざまな場所があって、でそれによってさまざまな世帯を受け入れる器みたいなのがあるっていうことですよね。こちらも府営住宅なんですけど、ここは全て建て替えが終わったところで PFI 方式で、やられてますので、非常に斬新なデザインで、かつ住空間もですね、開放性のあるつながった住空間が新たに作られているってことで、
すごくいい建て替えの例だと思う。結構高層化されているにもかかわらずそのゆとりのある空間が作られているので、なんかもうパッと見すごくいい空間に来たなと言いますか、いわゆる従前の府営マンションとはまた新しい段階に入ったなっていうそういう感覚ですよね。すごくクオリティの高い空間に仕上がっていると思いました。どれもいろんな形があって、かつ今と将来の方向性が違いますよね。ニュータウンがこれからどうなるべきかのなんか将来像ですとか、例を見せてくれたと思います。多様なライフスタイルだったり多様な人を受け入れる、そういう場所だと思います。どういう方が、例えば主体になってされているのかなっていうのが気になりまして、この千里キャンドルロードはもう千里の、住んでる市民の方々が集まってみんなで作り上げていくっていうイベントなんですね。上は80代の方もいらっしゃいますし、下は生まれたばかりの赤ちゃんがもうスタッフとして関わってくれている、昔からあるお祭りっていうものがない。ただ私たちの手でこれから長い未来、これが私たち千里ニュータウンのお祭りだよっていう、ものを作っていきたいということでこのイベントを行ってきていますので、僕たちのふるさとの景色なんだっていうことを思っていただけたらありがたいなと思ってます。はい、せーの。はい、着きました。キャンドルロードはその草の根的にその住民の方が非常にレベル高い状態でされてるっていうのがすごいと思いました。で、そういったキャンドルロードの活動を通してその新旧の住民の方がうまく交流できるような場を設けられるっていうのもすごく特徴的で、そういうのがあるからこそその町自体の価値が上がるというか、持続できるっていうんですかね、そういう良さを感じました。例えば住民同士のつながりが強いとか弱いとかっていうのは実際に現地に入って、ちゃんとその目で確かめないとわからないっていうのがあって、でそういったものを織り交ぜながら、モデルを修正するっていうところにすごく重要さがあると思います。今までやっていることっていうのは、手法としては他の国でも通用しますので、例えば東南アジアでも例えば住宅のデータを集めてデータベースを作るっていうのはできますし、でそういうところで違う文脈の中で比較してその建物ですとか、地域ですかね、地域の特徴をどういうふうに客観的に捉えることができるかっていうのは興味があるところでして、そういうところを今やっているところです。